こんにちは、まるみです。今回は連休がなく1日しか休みがなかったので、朝一から遊びたくて夜から車中泊に向かいました。運転が苦手なので連続運転 1.5 時間が限界な私は夜の高速に挑みましたが、予定外の雨と風に翻弄されてます。横風がひどくてすごい車が揺れる。怖い。次の養老サービスエリアで休憩します。ちょっとね、運転疲れた。この斜め前の車がすごいフラフラしてて、ちょっと怖いんだよな。無事到着。緊張した。こんばんは、まるみです。今日は明日がお休みなので、朝から遊ぶために前乗りでサービスエリアに車中泊に来ました。予定外の雨と、あとすごい強風なので、ちょっとね、車がね、揺れたりしてビビりながらですが、サービスエリアでいろいろ買ってきたので、車内を整えてゆっくり休もうと思います。今日はね、新しい目隠しを買ったので、カーテンよりしっかり目隠しできるんじゃないかな。ドラレコのとこがね、ちょっと浮いちゃうけど、まあまあ、これでほとんど目隠しできたでしょう。よいしょ。風すごいな。車が揺れる。やばいやばい、壊れる。やばいやばいやばい。よいしょ。ちょっと自作の換気扇作ったんだけど、風ですごい押されて危ないなあ。今日はちょっとやめときます。換気扇目隠しにします。換気扇使いたかったな。今日の車内はこんな感じで、自作のギャレー。この自作ギャレーは本当はね、改良したかったけどまだ改良してなくて、下のところに給水と排水があって、給水は水が入ってるだけなんだけど、排水の方は中がね、汚れると嫌なので、こんな感じで中にビニール袋を入れて、このビニールの中に入ったゴミを、家で流して捨てて、このボトル自体は汚れないようにしてあります。あとこの前側にね、タオルつけるから、これでね、手洗ったりとか簡単にできるようにしてあります。本当はね、もっとここをね、深い容器のに変えたいんだけど、まだ探し中です。荷物と、暑いかなって思って持ってきた扇風機。全然涼しいです、今日は。あとは久々にリアテーブルにして、下にポータブル電源。リアテーブルの方が、車内がやっぱり広く使えるかなと思ったので、今日はこっちにしました。今までカーテンだったものは、こういう目隠しに変えて、本当はこっち側にね、自作した換気扇使う予定が、強風でプラダンがこうパタパタになっちゃったし、ちょっと折れ曲がっちゃったので、今日は換気なしで行きます。車内はね、もう臭くなるけどしょうがない。あとは折りたたみのこういう座椅子を買いました。キャンプでも使えるみたいだけど、車中泊用として使います。で、お尻痛くなるのでクッション。いつも通り天井に取り付けてるネットには寝袋とか枕とか
車中泊用品が入ってます。今時間がもう夜のね、9時近くなので、もうサクッと夕飯を作って食べてのんびりします。本当はサービスエリアでラーメンをね、買ったんだけど、それはね、ちょっと明日に置いといて、今日はね、コンビニで買ってきたものとかを使って夕飯を作ります。ここが助手席の裏にいろんなキッチン用品入れてあって、早速、お米を炊きます。よし、ご飯炊こう。さすがにね、もう9時過ぎたからお腹が減った。よいしょ。こんなもんかな。ちょっとお水の量多かったけど、給水させずに炊く場合は水の量がね、多い方が芯残らず炊けるので、私はいつもちょっと多めにしてます。炊飯多分ね、15分ぐらいで炊けるので、もうすぐに夕飯を作り始めます。のんびりしてる間に炊けちゃった。今ギャレーをこのテーブルの横に移動させて、こっちの方がね、生活動線的に良さそうですね。よし、夕飯を作ります。今日の夕飯は家から持ってきたスープカレーの素と、さっきコンビニで買ったサラダチキンのプレーンとゆで卵。これでスープカレー作ります。ラーメンね、食べたかったけどね。お昼ラーメン食べたからな。もう作り方は簡単で、これを水で溶かして温めて、その中にこの2つを入れ込むっていうだけです。一応ナイフとまな板は使います。手で裂いてもいいけど、手ベタベタになっちゃうからね。45g なんだけど、どれぐらいが 45g かわからないから噛んでいきます。こんなもんかな。もうちょいあるはず。こんなもんかな。とりあえずこんなもんをお湯で溶かして、お水は 200cc。OK。よいしょ。濃いのか薄いのかもよくわかんないし、とりあえず車内がカレーの匂いでやばいです。今日は換気扇を使うつもりだったから、サービスエリアで食べたいなっていうものなければスープカレー作ればいいやって思ったんだけど、換気扇なしで作ってるから車内がね、カレーの匂いでちょっとすごいことになりそう。まあいっか。いいかな。帰ったらね、匂い消しを頑張ります。汚れると嫌なので、まな板シートを敷きます。シート短かったかな。まあいっか。サラダチキン。個人的にはローソンの柚子胡椒かブラックペッパーが一番サラダチキンはね、美味しいと思います。でも今日はね、カレー味なのでプレーンにしました。結局手汚れちゃったじゃん。こういう時こそハサミタイプのね、ナイフを持ってくればよかった。シザーナイフだったらもうちょいちょい切るだけだったから。ちょっとまな板がちっちゃいわね。よいしょ。手を汚したくない、できるだけ。いいや、汚れよう。大きめのやつは一口大に切って、手で裂けばよかったかな。どうせ手汚れるなら。ゆで卵もこのまま入れ込みます。よし、これで温めたら完成。これものの5分ぐらいでできるんじゃないかな、これ。本当はね、もっとね、野菜とかあったらよかったんだけど、ビジュアルめっちゃ悪い。ナイフ軽く水で洗っとこう。
改良しないと流れていかないんだよね。ちゃんとしたの作り直そうかな。ケチらずミニシンクみたいなやつ買って。楽したくて車にギャレー作ったのに、むしろなんか大変な思いして本末転倒な気がする。一煮立ちしたので、これでいいかな。完成。これ開けるの熱いんだよね。いい感じ。ちゃんとご飯炊けてる。美味しそう美味しそう。片付けが楽なようにラップ飯にします。このね、楽さに惚れてしまった。よいしょ。美味しそう美味しそう。今日の夕飯はスープカレーです。いただきます。スープカレーってこうだよね。ご飯をスープにつけていただきます。美味しいけど辛い。でも美味しい。サラダチキン。美味しい。カレーの味がね、ちゃんと染みてる。卵も割っちゃおう。いいねいいね。そう、スープカレーのね、卵大好きなのよ。いい具合。ごちそうさまでした。黙々と食べて。ただね、ご飯と配分ミスっちゃってね、カレーの汁余っちゃったんだよね。でもこれだけ飲むと多分塩分やばそうだから捨てます。シェラカップはもうラップをね、外したら終わりです。カレーの残り汁はギャレーの方にね、捨ててもいいんだけど、そうすると多分車の中が帰るまでずっとカレーの匂いがね、充満すると思うので、こう2袋をセットして、汁を入れて、凝固剤で固めます。そうするとね、これすぐ固まるから、もう固まり始めた。袋縛っちゃえば匂いも漏れないので、家に持って帰ってゴミで捨てます。これならね、車内もね、カレー臭さから救えるはず。で、もともと入れてたゴミ袋の中に入れて、処理完了。明日使うかもしれないものは念のため洗っておきます。スポンジとかないので、直接洗剤をぶっかけて、鍋もね、明日使う予定なので、キッチンペーパーでこすり取って、最後水で流して洗剤を取ります。キッチンペーパーで水滴を拭き取って終わり。で、あとこの水をうまいこと真ん中に流し入れます。なんかね、ゲームみたいでちょっと楽しいけど、量が多いと大変。よし、OK。でも手洗いたいから結局水出す羽目になっちゃう。なかなか難しいな、これ使うの。風する。
日なんで養老サービスエリアに来たかというと、明日伊吹山に行きたくて、伊吹山ドライブウェイまで、こっから多分頂上まで3、40分で着くんじゃないかなと思って、今日は養老にいます。ドライブがあんまり得意ではなくて、でも時々運転してると楽しいから、ちょっと伊吹山ドライブウェイでね、約17キロ乗って上の駐車場まで行こうかなと思ってます。できればもう朝早いうちに行って、一番上まで行って、そっから頂上まで多分歩いて40分ぐらいかな。なので、プチ登山をしようかなと思って、伊吹山って本当は一番下からも登れるんだけど、今ねちょっとそこが登れないようになんか通行止めになってるみたいなので登山はできないんだけど、あと一人でねそんなハードな登山はちょっと難しそうだなと思って、なので伊吹山ドライブウェイの山頂のパーキングまで車で行って、そこから40分ぐらいかけてね一番上まで登ってみようと計画してます。ただね、今日強風がすごいのと、天気予報だともともとね晴れ予報だったのに雨が降ってきてるから、もし明日も同じように雨だったり強風がすごかったら中止して、せっかく養老サービスエリアにいるので、ちょっと養老の滝の方に行ってランチでも食べて帰ろうかなと目論んでます。最近ねもう友達が遊んでくれなくなっちゃってなんでソロキャンプとかねよく行ってたんだけど、今ねキャンプブーム過ぎたっていう割に全然キャンプ場土日とか予約できなくて、なんで今回もちょっとキャンプ行きたかったけどキャンプの予約ができなかったから、車でね伊吹山を楽しみに行こうかなと思います。アロマキャンドルのコーヒーの香り嗅いでたらコーヒーが飲みたくなったので、寝る前なのでねカフェインレスのカフェオレでも飲みます。すごいすぐ沸騰する。コーヒー飲みながらまったり映画でも見ようかな。いつも袋で混ぜちゃう。衛生的には良くないだろうけど、手軽さがね。おやつ、飛騨のサルゴボの卵ボーロに、あと栗きんとん。どっちもね岐阜名物だけど場所的に全然違う方向だね。栗きんとんってだいたい中津川だし、これは飛騨の方だから上の方だし、いった美味しいから先に食べちゃおう。あ、美味しそう。いただきます。これはうまい。大丈夫？なんか地震みたいな揺れ方するんだけどビビるな。ギャレーがあるから車内で余裕で歯磨きができる。そろそろ寝て明日に備えます。正直この寝袋じゃなくてね全然いいぐらいあったかいんだけど、今室温は16度なので、もうこれはね基本車に積みっぱだからだいたいこれで真冬以外は寝ます。今日はねだいぶ楽しんだので、これから寝て明日、プチ登山に備えて頑張ります。パジャマにしちゃってるけど、これね私のね T シャツ、
オリジナル T シャツ作りました。今日は車中泊だけど、これはキャンプの持ち物リストです。5月18、19にフィールドスタイルにね、その時販売するので、余ったらネット販売もします。という宣伝です。もうね、今日はパジャマにするけど、基本的にね、キャンプ、これからね、これで行こうかなっていう感じです。じゃあ明日、頑張って、運転とプチ登山をするために、もう寝ます。おやすみなさーい。おはようございます。全然寝れなかった。風がひどくて、車がずっと揺れてて、なんか常に震度3っていう感じで、もう本当に1、2時間しか寝れてない気がする。めっちゃ眠い。眠すぎる。伊吹山どうしよう。眠い。めっちゃ晴れ。養老の滝に出発します。あ、こっから出れるんだ。ラッキー。左方向です。ランプに進みます。続いて養老の滝の上の駐車場じゃなくて下の駐車場に停めます。上はね、有料なのもあるんだけど、すごいね、崖みたいなとこを車で走る。着きました。歩きやすい靴に履き替えてくるの忘れたから戻ります。靴も履き替えたし、準備万端。よーし、頑張るぞ。ランチ食べ行こうと思ったけど、この辺で美味しいもの食べれそうだな。ここね、駐車場からまた歩いて100メートルぐらいのとこ。養老はひょうたんが盛んな町みたい。これもみじっぽいな、形が。
日頃の運動不足がたたってもう言ってる。あとね500メートルぐらいで到着だそうです。頑張ろう。結構な坂道です。疲れちゃう。でもねこれを頑張れば帰りは楽そう。すごい涼しい。下りの方がきついかも。せっかくだしなんか食べて帰ろうかな。ありがとうございます。山木のこしあん、どこで食べよう。美味しい。かき氷もあった。食べ歩きできるのが嬉しいな。ここから街が一望できる。すごい綺麗。適度に汗かいてご飯も食べて団子も食べてお腹いっぱいなのでそろそろ帰ります。すごいね、気候が良くて暑すぎず寒すぎずで、ちょっと登って汗かいたら半袖になってっていう感じで今ね気分よく楽しんでます。もうちょっとね体力をつけようと思いました。途中ねアップルウォッチで脈拍測ったら168とか出てて、もうこんなんで心拍数こんなに上がっちゃうんだって思って、ちょっとね運動不足がたたってますね。じゃあ駐車場に戻ります。よし、ご帰宅。靴を履き替えて。よし。車に帰ってきたので、これから家に帰ります。ちょっとね、汗もかいたので、途中温泉でも寄って帰ろうかなっていう感じですが、動画はね、ここまでです。今回本当は伊吹山に行く予定で、車で行けるとこまで行って、そこから40分ぐらい登る予定だったんだけど、強風で車が揺れて寝不足だったので、急遽ね、近場の養老の滝に来たんですが、
なんかね、ちょっと舐めてて、養老の先一回行ったことあるから余裕だろうって思ったら、前は上からね、階段を降りて下ったコースだったんだけど、今回下から登ってったから、十分汗だくで、こんなレベルじゃ、多分伊吹山のが辛かっただろうなと思ったので、ちょっとね、体力をつけて、今度、伊吹山にチャレンジしようと思います。本当は伊吹山の駐車場でのんびり買ったね、赤福食べたり、昨日買った岐阜タンメンでランチ車内でしようかなって思ったけど、ちょっとね、予定が狂ったんですが、お蕎麦も美味しかったし、お団子も美味しかったので、大満足です。ということで、休日をね、満喫したので、これから帰ります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter と Instagram と TikTok もやってるよ。